皆さん、こんにちは。沖野です。今回は視聴者さんからの相談のお便り読んでいきたいと思います。今回お送りいただいたのは、銀河さん、男性22歳、大学生の方からです。沖野さん、こんにちは。銀河と申します。いつも YouTube の動画を楽しみにしています。沖野さんの回答は説得力や新たな視点などがあってとても参考になります。ここで本題ですが、発展場で大学の後輩とばったり会ったことがあり、それ以降その人のことが気になっています。その時は気まずくて話しかけずガン無視してしまいました。それ以降、恋愛的に好きというわけではないですが、好奇心が止まりません。ですが、その後輩とは別の学部で、かつその後輩がゲイであることをオープンにしてなさそうなので、全然話すきっかけがありません。時々大学内で見かけるのですが、話したことがないので、どう話していいかわからず、あの時発展場で会ったよね、とはあまり言えるような感じではないです。ずっと話しかけるかどうか迷っています。相手がどう思っているかは一切わかりません。そこで沖野さんに質問です。発展場で偶然友人や知り合いに会った時、話しかけますか？また話しかけるべきではないと思いますか？ゲイバーとかだったら気軽に話しかけられると思うのですが、このシチュエーションで会ってしまうと、相手に変に警戒されそうだなと思って、あまり大っぴらに話しかけに行けません。やはり気持ち悪がられるものなのでしょうか？また、相手がオープンではない場合、私の存在は相手にとって精神的負担になってしまうのではないかと心配です。私も一番仲がいい友達には逆に自分がゲイであることが言えません。どんなに寛容であってもです。もしかすると、沖野さんにとっては至極どうでもいいことかもしれませんが、相談に乗っていただけると嬉しいです。はい、お便りありがとうございます。今回は大学生のゲイの方が後輩と発展場でばったり会ってしまって、で、その後その話題に触れるかどうかとか、そういうところでちょっと悩んでいるということなんですけど、発展場で知り合いに会った時に沖野さんだったら話しかけますかっていうのあったんですけど、正直わかんないです。っていうのも、発展場にいわゆる行くタイプのゲイじゃないので、発展場にみんながどのぐらいオープンな状況で行ってるのかっていうのがそもそもわかんない。これ結構人によって違うかなと思ってて、例えばゲイであることはオープンにしてるけど、発展場に通ってることは周りに知られたくないみたいなレベルの人もいるし、周りにカミングアウトもしてるし、発展場とかバンバン行ってるよっていうことを平気で言えるタイプの人もいるし、そのどっちも隠してる人もいるしっていうところによって、相手が今どういう心理状況か変わると思うんですけど、でも今回、その後輩の子はゲイっていうこと自体をオープンにしてなさそうっていうことなんで、おそらく、発展場に行ってるってことも知られたくないんじゃないかなとは思うんですよね。なので、その瞬間知り合いに会ったからって話しかけるのがどうかって言われたら、難しいね。相手がオープンじゃなさそうだったら気づかないふりしてあげるのがいいのかなとか思うんですけど、ちなみにこれ、沖野の知り合いの話で、面白いって言っちゃったらあれなんだけど、友達のゲイの子が、普段発展場とかに全然行かない子が、一回行ってみようと思って行ったんだって、発展場に。そしたら、そこでたまたま知り合いに会ったらしくて、で、多分その知り合い、その場でばったり会った知り合いは、おそらく発展場に割と通ってるんじゃないかという。その初めて行った子は、初めて行って、しかもそこの着替えのところかなんかで見つけたらしいの。だからまだ何もやってない状態、自分は。初めて来て、まだ何もやってない状態で相手を見つけたから、あ、誰々じゃんって言って普通に話しかけちゃったらしいの。そしたら相手は、みたいな感じで、めちゃくちゃ気まずそうだったらしくて、もちろんその場で話しかけていれば、その反応とかで、これにもう触れてほしくないんだなとかっていうのが分かった可能性はあるけど、どうなんだろう。あと、相手が自分を認識したかどうかもあるかもね。自分は相手のことを、誰々がいるって分かってるけど、相手がまだ自分に気づいてないんだったら、自分が知らんぷりしといてあげたら、相手からしたら何も起こってないのと一緒だから。でも、相手も、これ銀河さんだ、みたいな感じで、気づかれてるんだとしたら、どっちがいいんだろう。難しいですけどね。で、今からその時の話をするのは気持ち悪がられると思いますかみたいな書いてあったかなと思うんですけど、これワンチャン話しかけてあげた方がいいような気もしてて、っていうのも、相手の子があれ大学の先輩だっていうのを認識した状態だとしたら、結構今ね、ドキドキしてる可能性あると思うんですよね。ゲイってことを周りにオープンにしなくて、もちろん発展場に通ってるってことも周りに知られたくなくてっていう状態だとして、そこで知り合いに見られた。でもあれ以降知り合いがすれ違っても、目があっても、その話何もしてこないってなると、どう思ってるんだろうって、誰かに話されてないかなとか、っていう風に感じてる可能性もあるので、話してあげた方が安心する可能性もね、ゼロではない気がする。ただその時に、個人的に大事っていうか、ちゃんと伝えてあげてほしいなって思うのは、自分がどういうスタンスで今話しかけてますよっていうのは最初に伝えてあげた方がいいと思う。例えば、あなたのことがすごくタイプでいけるので話しかけましたなのか、あくまでその恋愛的な意味合いは何にもなくて、身近な人とそういうところでばったり会ったのが初めてだったから、ゲイとしての話をしたい、友達になりたいとかさ、っていうことなのか、例えば自分もオープンにしてないから、
周りに言わないでねっていうその確認じゃないけど、お互い同盟組むみたいなさ、なんかそういうことを話したくて声かけたのかとか、なんで今更その話をもう一回しようと思ってるのかっていうのは、最初に自分の立場を明確にしてあげた方が、相手も警戒心はちょっと薄れると思います。まあ、仮に発展場に沖野が行ったとするじゃん。そこで知り合いに見られて、後日、ちょっといいって言われて、発展場いたよねって一言だけ言われたらめっちゃ心臓バクバクすると思うんだよね。多分。あと、お互いに周りの人に多分オープンにしてないのであれば、話す場所とかは考えた方がいいかもね。大学が一緒ってことはさ、大学内ももちろんだけど、大学出てもさ、このなんとか大生はここに集まるみたいな駅とかあるじゃん、お店とか。まあ、そこは避けて話す場所は考えた方がいいかなとか思いますかね。大学生結構行動範囲に似てるから、っていう配慮ぐらいはしてあげた方がいいかなと思います。なので、相手がね、オープンじゃない時に自分のそういう発展場でその人を見かけたっていう自分の存在が精神的負担にならないかって書いてあったんですけど、なってる可能性もだからあるから、逆になってるんだったらそこを解消してあげるためにその時の話を一回するっていうのはありかも。ただ、その時に相手がもうこの話題には触れないでくださいとか、今後その学校でも学校外でも話しかけないでくださいっていう感じのテンションだったら、それは尊重してあげてほしいなって思います。ゲイ同士だからってみんながみんな友達になれるわけじゃないし、お互いの意思があれば別にそれからもたまにご飯食べ行くとかさ、別に友達として付き合っていくのは全然いいと思うけど、近くにいるんだったら仲良くしたい、仲良くなりたいって思う人もいれば、近くだからこそ仲良くしたくない、知られたくないっていう人もいるから、そこはね、お互いの考えを尊重した上で、今後の付き合い方については判断してもらえればいいのかなと。ちなみに、沖野、過去に大学時代にバイト先の人と2丁目で会ったことがあって、まあ20代前半の頃なんですけど、同い年が集まるクラブイベントが2丁目であったんですよ。で、行ったら、まあその子も同い年だったんで、普通に2丁目のクラブに行って、友達とお酒飲んでたら、トントンみたいな感じで。なんて言われたんだっけな、普通にこんばんはとか言われたんだったか、やっぱそうだよねみたいなことなんか言われて、2、3分かわかんないけど、話して、じゃあねっつって。でもお互い別にそっからバイト先でめっちゃ仲良くなることもなくっていう感じだったから、お互いその分かってても仲良くなるパターンもあればならないパターンもあるし、別に険悪だったわけでもないけど、っていう経験もあって、当時はオープンにもしなかったし、バイト先の人にね、カミングアウトとかもしなかったけど、家族にもしなかったしカミングアウト。でもまあそこまで正直怯えてたかって言われると、まあ別にそんなにだったんですけど、人によってはそういうシチュエーションってめちゃくちゃ怯えるし、場合によってはバイト先変えようとかまで考える人もいると思うから、まあ、そういう意味では、もしかしたら相手に一言その話だけして、相手がその後も自分と仲良くしてくれそうだったら、同じゲイの先輩後輩として仲良くするっていうのもありだし、触れてほしくなさそうだなって思ったら、スッと身を引くっていうかね、っていうだけかなと思います。でもどうなんだろう。ぜひコメント欄でですね、発展場によく行く方、もしくは過去に通ってた方、そこで知り合いと会った時の対処法とか、知り合いと会った時の正直な心境みたいなものを書いていただけたらなと思います。発展場じゃなくても、ゲイバーとか2丁目とか、そういうところで知り合いに会った時にどう思うか。そういうのもね、ぜひコメント欄で皆さん書いてほしいかなと思います。今回は発展場で知り合いと会った時の対処法というか、そこに関するお悩みだったんですけれども、少しでもためになった方はぜひいいね、そしてチャンネル登録お願いします。あとメンバーシップの方でいろいろ投稿もしておりますので、そちらも興味ある方は加入してみてください。それでは、バイバイ。